はい、今回はですね、このようなシーンをモデラー、デザイナー、ペインターを使用して Unity まで持っていくワークフローをご紹介いたします。はい、それではまずやっていきましょう。モデラーからですね。で、こちらはですね、最初に持ち手の部分を作成していきたいと思います。まずは円柱をですね、このような形状で作成しまして、こちらを複製したりしてですね、一つ一つ、作っていきたいと思います。はい。こちらはですね、簡単な、今回、本当に簡単なラフスケッチをですね、用意しまして、それをちょっと見ながら構築している感じでございます。で、ちょっとイメージとしてはこのですね、本当に持つところ、手で持つところはですね、若干ちょっと布っぽくしたいなと思っておりますので、最後の方にですね、ここにですね、いろいろな削りであったり、といったものをですね、付け加えたいと思いますので、こちらはですね、別のレイヤーにして作成しております。もう本当に円柱だけで、こういったですね、形状をですね、完成させていくことがですね、可能となりますね。本当に円柱を組み合わせて、つけて、足していく、みたいな感じですね。はい。これでもう、この短時間で、はい。こんな風な感じですね、できました。それではですね、次にですね、剣の部分を、作成していきたいと思います。ちょっとですね、長めにしまして、このように、これは直方体ですね。立方体ですね。立方体を長めに作成しまして、今度はですね、剣先の部分をですね、作っていきます。はい。で、このように作成しましたら、ですね、この90、45度回転させて削りを入れようと思います。ですね。はい。このように削りました。はい。で、こちらをですね、剣の部分をまたですね、45度回転させまして、はい、正面から見るとこんな感じになってますね。で、次にですね、ちょっとした飾りをですね、作成していきたいと思います。ちょっと球体っぽい飾りがですね、この真ん中あたりに入っているようなイメージですね。はい。で、こちらいらない部分はですね、ちゃんと削除しておきます。はい。で、このですね、球体の周りにですね、ちゃんと埋まってるですね、縁みたいなのもですね、作成していきます。少しですね、解像度を上げておきまして、で、そこで追加いたします。はい。あとはですね、若干のディテールをですね、この剣の方につけていきたいと思います。こういった感じですね。また円柱を組み合わせて積み重ねてってやっていく感じですね。やっぱりちょっとペラッとしているよりかは、こういったものがですね、あった方が、よりディテールにつながりますので、いいのかなと思っております。はい。この後にですね、この持ち手の部分に対して削りをですね、入れていきたいと思います。若干ちょっとですね、こちらはもう大まかにやりまして、最終的にこちらはですね、ハイポリゴンとローポリゴンを出力しまして、それをですね、ベイクいたしますので、はい、ちょっとざっくりな感じで大丈夫です。こちらディテールはですね、ペインターでつけていきたいと思います。
で、削ってスムージングをかけて、で、たまにちょっと遠目から見たりして、バランスをですね、確認していきます。はい、こんな感じでですね、出来上がりました。で、こちら最後になりますね。剣の方にですね、ちょっと使用感、剣先のよく使う部分のですね、削りなどをですね、入れていきたいと思います。刃こぼれみたいな感じですね。こういった部分は、剣の先っぽとかはですね、よく使いますので、こんな感じで削れていくんじゃないのかなとか、いろいろ想像しながらですね、こちらを入れていきたいと思います。結局、砂漠の中に埋まって見えない部分とはなるんですが、やっぱこういうのはちょっと、入れておいた方がテンション上がりますよね。はい。はい、こちらでですね、剣の方が完成いたしました。はい、それではですね、ブレンダーを起動しまして、こちらにですね、ハイポリの先ほど作ったモデラーのですね、データを、読み込みます。で、今回はですね、ブレンダーの方では、UV のアンラップと、マテリアルの設定、そしてですね、ローポリをですね、作成していきます。このようにですね、マテリアルをですね、ちょっと最初に設定していきますね。で、これからですね、まず UV のアンラップをですね、UV をですね、作っていきたいと思います。はい。オブジェクトモードからエディットモードにですね、変更しまして、A を押してですね、全部選択しますね。フェイスを全部選択して、UV から UV アンラップをですね、選択します。で、こちらパックアイランドで、ちゃんとですね、この UV マップをですね、うまく使う、効率よく使うといったところをですね、やっていきます。効率よく綺麗に並べるといったところですね。はい。をそれぞれですね、それぞれのオブジェクトごと、マテリアルごとにですね、設定していきます。はい。それではですね、次にですね、こちら、ハイポリと、ローポリをですね、分けておきます。だからハイポリをですね、複製しまして、それをローにしておきますね。はい、で今ですね、ハイポリではこんくらいのですね、メッシュ数になっております。で、モディファイヤーから、デシメイトをですね、選択しまして、どん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 、ローレゾリューションにしておきますね。やはり最終的にゲーム用に作成、使用するというふうに、考えるとですね、なるべくこういったデータは軽い方がいいと思いますので。はい、ただですね、ちょっと削りすぎるのもですね、あんまり見た目的に良くない感じになりますのでね、ある程度のところは保ちつつ削っていくといったのがいいのかなと思います。選択しまして、エクスポートしていきます。どちらも選択しまして、エクスポートですね。はい。それではですね、ペインターでの作業をしていきたいと思います。最終的にこんな感じで、ペインティングをしました。はい。まずはですね、新規作成から、ローポリのデータを読み込みましてですね、はい。ベイク処理をしたいと思います。ローポリそんな感じですね。で、ここからですね、ハイポリをインポートしまして、テクスチャーベイクをクリックします。はい。それぞれのマップがですね、作成されております。はい。こちらでペインティングモードに戻りましょう。先ほどのつるっとした感じとは全然違くて、ちゃんとハイポリデータが、マッピングされているのが、確認できるかと思います。それではですね、まずマテリアルのメタルをですね、メタルのブラッシュを、割り当てたいと思います。こんな感じで角度を調整しまして、
こちらですね、複製しまして、ちょっとですね、エッジの方にですね、キラーンとしたエフェクトをですね、かけていきたいと思います。で、下のメタルは色味を暗くしまして、上のメタルに先ほどですね、生成した、マップをですね、適用いたします。はい、こんな感じでマスクをしまして、レベルを追加して、レベルでですね、色味をですね、調整していきます。適用範囲を調整していきますね。はい、こんな感じになりました。そしてですね、このエッジの部分がですね、若干はっきりしすぎておりますので、こちらに対してですね、ブラーやスロープブラーをかけていきます。フィルター追加のブラーと同じようにスロープブラーもですね、かけていきます。はい、そうするとこのようにですね、馴染ませることができました。はい、そしてこちらをですね、フォルダ化して、ベースとしておきます。で、次にですね、汚れとですね、傷などなど、つけていきたいと思います。こちらノイズであったり、ダートであったりというふうにですね、検索フィルターをかけて、いろいろなマップをですね、試していきます。で、大体毎回ですね、私はそうですね、汚れもスクラッチもそうなんですけど、ちっちゃいノイズと大きい、ちっちゃい汚れと大きい汚れ、二パターン作成しておきます。そうした方がランダム値が出て、ランダム感があって、すごく自然に馴染んでくるんですよね。このようにですね、好みの見た目になるまで、パラメータをですね、調整していきます。で、いろいろなですね、ジェネレーターも、試していきます。それでは次にですね、スクラッチの、傷の方をですね、つけていきたいと思います。ちょっと深めの傷と浅めの傷っていうのをですね、2パターン作成していきます。そうですね、スモールとラージで、先ほどラージを作成しましたので、これからスモールの方をですね、作成していきます。はい、こちらですね、先端と、両方の端側にですね、端側にちょっと色をつけたいなと思いましたので、このような感じですね。レイヤーを施しております。
で、ちょっとですね、ライティングも変更したりして、確認をしていきます。はい。で、それではですね、こちら、最終的にユニティ持っていくシーンがですね、砂漠でございますので、ちょっと砂がですね、回られ、散りばめられているような感じのですね、質感もですね、こちらで作成していきたいと思います。こちらもですね、大きいものと小さいものを別々でですね、2種類作成しております。はい、それではですね、次に、木の持ち手の、剣の持ち手の部分をですね、作成していきたいと思います。もう先ほどですね、やった、剣のですね、刃の部分とほぼほぼ同じような感じですね。ただ、ベースの、マテリアルをウッドベースに、木目調にしているといったくらいですかね。あとはもうほぼほぼやり方は一緒ですね。で、こちらもですね、ちょっとエッジの部分は、色がですね、剥がれているような感じのですね、演出をしていきたいと思います。こちらにもですね、スロープブラーなどを施しまして、若干そのランダム感といったものをですね、付与しております。はい。あとはですね、汚れであったり、傷であったりっていうのをこれからつけていきますね。若干そのアンビエントオクリュージョンでですね、ちょっとモデルに対してちょっとコントラストをですね、付け加えております。はい。で、先ほどと同じようにこれからですね、汚れや、スクラッチなどをですね、つけていきます。
でもちろんサンドの方はですね、砂の方はもうコピペでやった後に若干ですね、透明度をですね、調整するくらいにしておきます。ちょっと布っぽいイメージで、最初考えておりましたので、ちょっとベースのマテリアルはファブリック系のマテリアルなんかをですね、使用しております。そうですね。それでクリーズドなんかを使用して若干ですね、ハイトなどをですね、疑似的に持たせております。あとはもう同じように汚れを追加していくといった作業となりますね。で、あと砂をですね、追加しまして、あとはもう真ん中のですね、球体の部分ですね。で、こちらに対してスクラッチ、傷をですね、追加していきます。そうすると、もうなんか結構いい感じになってますね。あとちょっとした汚れを追加して、はい、終了といったところでしょうかね。ちょっといろいろですね、ジェネレーターも試してみたいと思います。はい、このような感じでいきたいと思います。で、次はですね、ステージャーに持っていって、ちょっと軽くですね、どんな風な最終的なイメージになるかというのを考えていきたいと思います。はい、こちらですね、一旦ちょっとレンダリングしてみまして、どんな風な見栄えになっているかを確認したいと思います。はい、で、こちらをステージャーに送信します。はい、それではですね、ステージャーでちょっとですね、砂漠のマテリアルをですね、使用して、レンダリング、どんな風になるのか、ルックを確認していきたいと思います。今回デザイナーではこのようなですね、砂漠のマテリアルをですね、簡単なノードで作成しました。こちらを、センドトゥーステージャーでステージャーに送ります。で、こちらを割り当てまして、
オブジェクトからですね、ディスプレイスメント使用、変異ですね。変異の方ですね、チェックをオンにします。で、ディスプレイスメントが適用されました。はい。で、このような感じでですね、いいですね。こういったシーンをですね、Unity で再現していこうと思っております。はい。これで右側から砂漠の砂ぼこりがですね、出てくるっていう感じですね。はい。まずはですね、デザイナーの方からご紹介していきたいと思います。今回はですね、デザイナーで砂漠のマテリアルをですね、作成いたしました。こちらのマテリアルですね。こちらですね、本当にすごく簡単なノードを使用しておりますので、ぜひぜひ、デザイナーに慣れてないという方々はですね、こちら真似してみて、真似してですね、やってみてください。はい。こんな感じのですね、マテリアルですね。はい。それでやっていきたいと思います。まずはですね、ポリゴンを作成いたします。で、こちらに対してですね、スプラッターというノードを追加しまして、はい、値をですね、美術を2000にして、ハイトを300とかにしておきます。で、ローテーションは40とかにしておきます。すごくですね、セッティング簡単ですね、これは。で、ルミナンスのバリエーションをですね、1にすると、こんな感じのですね、形状が作成されます。で、その後にですね、ガシアンを追加しまして、ワープで、ちょっとうねっとさせます。はい。で、こちらガシアンがですね、ちょっとはっきりしすぎておりますので、間にですね、ブラーを挟みたいと思います。で、ちょっとインテンシティを強くしたり、ブラーの値を上げたりして、調整していきます。はい、こんな感じのうねりが出ましたね。で、もう一つですね、スプラッターを複製しまして、またですね、大きいノイズとちっちゃいノイズみたいな感じで、細かい方をですね、作成していきたいと思います。で、今度はですね、パーリンノイズでですね、やっていきます。はい。で、ブレンドで、マルチプライで、ちょっとですね、微妙に調整していきます。重なり具合を調整していきますね。はい。こんな感じ。はい。で、こちらでですね、もうベースは完成といった形になりますね。で、間に若干ですね、ちょっと小石だったり、岩みたいな感じのをですね、作っていきたいと思います。一旦ですね、ちょっと質感を確認するために、このようにですね、ノードを接続しております。はい、それでですね、ダートを追加しまして、ちょっと一旦ブレンドで追加して見てみましょう。ちょっとざらつき具合が気になりますので、はい、ここら辺もですね、2で調整していきます。
よりですね、詳細なルックを確認するために、ハイトのスケールなどをですね、はい、上げて確認をしております。で、こちらですね、この、なんていうんですかね、砂漠の谷間、隙間に、なんていうんですかね、石がちゃんと入るような感じですね。これからちょっと作っていきたいと思います。そうですね。今はですね、マスクを作っているところですね。で、ちょっとですね、本当に簡単にですね、元となるようなですね、小石の岩の元となるようなですね、オブジェクトを今作成しております。なんかルックを確認するために一番手っ取り早くできる方法何かなと思ったら、こういう方法がいいのかなと思ったので、今回こういう風にしておりますね。もっと詳細なものを作りたいときは全然別のやり方がございますので、そちらを参考にした方がいいかと思います。はい。で、こちらをタイリングしまして、スケールマップであったり、ルミナンスであったりを調整いたします。はい。で、こちらをですね、ブレンドして見てみましょう。そうすると、このような感じでですね、隙間の方に石がですね、散りばめられたのがわかるかと思います。あとはですね、カラーを調整して終了といったところでしょうかね。このようにですね、好きなカラーリングになるようにですね、微妙にいろいろ調整を繰り返し行っていきます。はい。今回はこんな感じでいいのかなと思っております。はい。で、こちらをですね、Unity の方に持っていきます。で、最終的にこんな感じのですね、ディスプレイスメントができたらいいなと思っております。
はい。では今回はですね、65000ポリ、ちょっと大きすぎるかもしれませんが、くらいのですね、とりあえずサンプルで作ってみたポリゴンをですね、ポリゴンにですね、ディスプレイスメントを割り当てていきたいと思います。で、先ほどのマテリアルをですね、このようにドラッグ&ドロップして割り当てます。で、このようなですね、ディスプレイスメントが欲しいなと思いますので、ディスプレイスメントを調整しようと思うとですね、こちら0.005から0.08の間までしかですね、ディスプレイスメント、ハイトマップの値が効かないんですね。ですので、今回はですね、シェーダーグラフを使用して無理くりですね、ディスプレイスメントを作成したいと思います。こちらですね、私の知識不足なのかもしれませんが、もしですね、こういう方法だったらこのままでいきますよっていうご存知の方がいましたら、ぜひぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。でこちらシェーダーグラフを新たに作りまして、右クリックしてマテリアルもですね、一緒に作ってしまいます。で、マテリアルをですね、入れておきますね。で、こちらが新たに作成したシェーダーグラフとなります。まずはですね、テクスチャとノーマルマップをですね、カラーの方に割り当てたいと思います。ですので、サンプルテクスチャ 2D ですね。こちらを使いまして、シェーダーグラフ内にですね、テクスチャ 2D をですね、作成します。で、こちらは、ベースのカラーと名前を付けまして、持ってきます。でこちらマップをですね、割り当てていきます。で、こちらノーマルもですね、同様に作成していきます。サンプルテクスチャー 2D を作成しまして、テクスチャ 2D。で、こちらをノーマルというふうに変えまして、モードもですね、ノーマルマップに変更していきます。で、こちらタイプもですね、ノーマルに変更して、はい、このようにですね、ノーマルマップにつないでいきます。ではですね、次に、このバーテクスのポジションの方に対してですね、ハイトマップをですね、つなぎ合わせたいと思います。で、こちらがですね、サンプルテクスチャ 2D をつなごうとしてもですね、つなげることができません。ですので、今回はですね、サンプルテクスチャ 2D LOD をですね、作成しましてつないでいきます。はい。これはちょっとつながるんですね。ちょっとですね、左側にやっておきます。で、こちらもですね、ハイトマップを作成しまして、つないでおきます。はい。そしてここからですね、マルティプライを追加しまして、ハイトをですね、上とつなぎまして、あとですね、こちらハイトのですね、バリューをですね、作成していきます。こちらは、フロートでハイトバリューを作成しまして、そのハイトのですね、かかり具合っていうのをですね、このハイトバリューでコントロールしていきたいなと思っております。一応ですね、10も使いはしないと思いますが、とりあえず、10とやっておきますね。はい、その後ですね、ベクター3をですね、2つ、追加しまして、Z と Y をですね、分離させておきます。で、その後に、ブランチでですね、これをですね、またつなぎ直します。でそして上の方にですね、ブーリアンをですね、作成して、シェーダーグラフの方でですね、作成しまして、こちらにつなぎ直します。はい。で、最後になりますね。こちら、アドでですね、アドを追加して、ポジションをですね、追加していきます。で、ポジションのですね、タイプを、こちら、ワールドからオブジェクトにします。で、こちらをですね、はい、バーテックスのポジションに追加して、セーブアセットを押し、確認してみます。
はい。で、このようになっているのですが、こちらにですね、マテリアルの方に各マップをですね、つなぎ直します。はい。そうするとですね、ちゃんとディスプレイスメントがかかっているのが確認できました。はい。こんな感じですね。はい。ちゃんとかかっておりますね。はい。では次にですね、タイリングとオフセットをですね、それぞれ追加していきたいと思います。はい。タイリングオフセットのノードを追加しまして、で、こちらにですね、こちらベクター2のマップをですね、2つ、作成します。で、1つはタイリングのカラーとしまして、もう1つはタイリングのオフセットとしておきます。このようにですね、つないでおきます。で、こちら、ハイトの方もですね、同様に作成していきたいと思います。タイリングのハイトとオフセットのハイトを作成します。はい、こちらでですね、セーブアセットを押して、シーンで確認してみたいと思います。そうすると、マテリアルを確認すると、ちゃんとですね、カラーのタイリングとオフセットがですね、ハイトもですね、来ているのが確認できました。で、こちらでポジションだったりをですね、調整していきます。はい。結構いい感じなんじゃないでしょうかね。はい。で、カメラビューもですね、確認してみたいと思います。はい。いいと思います。で、こちらでですね、パーティクルを流しまして、こういったですね、シーンが作成できました。はい。今回はですね、モデラーから始まり、ペインター、デザイナー、そしてユニティまで持っていくというですね、ワークフローをご紹介いたしました。またこちらもですね、皆さんのお役に立てれば幸いでございます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。